皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日は最近日本でなぜノンアルコール飲料を選ぶ人が増えているのか考えてみたいと思います。皆さんは普段からお酒を飲む習慣がありますか？それともノンアルコール飲料やソフトドリンク、その他の飲み物を好んで飲んでいますか？今日本ではノンアルコールイコールお酒が飲めないから仕方なく代わりに飲むものではなく、自分のライフスタイルに合った積極的な選択肢として受け入れられつつあるんです。ノンアル飲料の市場規模は近年大きく伸びていて、10年前と比べると約 1.6 倍も拡大しているそうです。ノンアル飲料は単なる代替品から飲む価値を持ったカテゴリーへと変わってきています。その背景には社会全体の価値観の変化や企業の新しい戦略など様々な要因が複雑に絡み合っています。今日はなぜ日本でノンアル文化が広がっているのかということについて、健康志向の高まり、ライフステージの多様化、飲まない選択肢の尊重、企業マーケティングの変化という4つの要因から考えてみたいと思います。今日のエピソードを聞いて、ぜひ日本のノンアル飲料も試しに飲んでみてもらえたらと思います。今日のポッドキャストは中級から上級へステップアップしたいという方におすすめの練習となっていて、N1 や N2 レベルの言葉や文法も積極的に使うので、繰り返し聞いて日本語の音に慣れてくださいね。それでは始めましょう。ジャパミミ。まず、健康志向の高まりからノンアル文化の広がりを考えてみたいと思います。日本では以前から健康ブームが続いていますが、その関心は食材だけでなく飲料にも広がっています。カロリーや糖質、肝臓への負担を気にする人が増え、日常的にアルコールを控えようとする傾向が高まっています。ノンアル飲料の魅力は、雰囲気は楽しみたいけど、健康には配慮したいという欲張りなニーズを満たせる点にあると思います。乾杯はしたいけど、明日も朝早いとか、仕事のパフォーマンスを落としたくないけど、飲みたい気分といった状況でも、気兼ねなく選べる選択肢が増えたことは、多くの人にとって大きなメリットです。実際市場にはビール風味のものだけでなく、ワイン、カクテル、さらにはウイスキー風味まで、味の再現度が驚くほど高い製品が登場しています。こうした多様性が健康志向の人々の心を掴んでいるんです。ノンアルコールの選択肢がどんどん増えてきていますね。次に、ライフステージの多様化もノンアル文化の広がりにつながっていると思います。例えば、妊娠中や授乳中の人、子育てが忙しい人、あるいは車の運転が必要な人。こうしたお酒が飲めない状況にある人々が
以前に比べるとより快適に外食を楽しめるようになってきました。例えば、以前ならソフトドリンクはウーロン茶かオレンジジュースしかないという店も少なくありませんでした。しかし最近ではノンアル飲料を用意している飲食店の数は増えてきていると思います。これによって飲めない人はつまらないといった雰囲気自体が薄れつつあり、誰もが同じテーブルで同じように楽しめる社会へと変化してきています。また、働き方の多様化も大きな要因です。特にコロナウイルスの流行を機に、働き方のバリエーションが広がったと言えます。副業やフリーランスも一般化する中で、夜に仕事をする人もいれば、早朝から活動する人もいます。完全在宅でテレワークをしている人もいます。私もその一人です。そんな中、夜はお酒を飲もうという価値観が崩れたこともノンアルを後押ししているのではないでしょうか。私の夫も晩ご飯の後もう少し仕事や作業をしたいけど、晩ご飯の時にビールを飲みたいなという時は、ノンアルコールビールを選んでいます。生活の変化に伴って食事のスタイルも変わっているんですね。第3のポイントは、飲まない選択が尊重されるようになったことだと思います。職場や大学など人が集まるところには長らく飲み会の文化が強く根ざしてきました。とりあえずビールを飲むとか、乾杯を断れないといった状況が半ば常識のように扱われてきました。しかし近年、こういった同調圧力が弱まり、個々の価値観を尊重する考え方が広がっています。アルコールを無理に飲むものではなく、飲みたい時に飲むものと捉える姿勢が定着しつつあります。その背景には、SNS を通じた多様な価値観の共有やメンタルヘルスへの意識の高まりがあります。自分の体を大切にすることが最優先されるようになった結果、飲まない自分に対する肯定感が生まれてきたのかもしれません。また近年ではパワハラ、セクハラ、モラハラといった問題も頻繁に取り上げられていて、飲めないイコール付き合いが悪いという古いイメージも弱まってきているのではないでしょうか。このような人々がもっと自分らしい選択をする人としてポジティブに受け止められるような社会になって、働きやすい環境が広がっていくといいですよね。私は結構お酒が強い方で、学生時代も働き始めた頃も飲み会で困るようなことはあんまりなかったんですが、お酒があんまり強くない友人の話を聞いていると、周りに合わせて無理に飲んでいったこともあったそうです。ノンアル文化がもっと広がって、こういった人々も楽しく飲み会に参加できるといいなと思います。最後に、企業マーケティング戦略とノンアル文化の関係についてお話ししたいと思います。特に象徴的なのが
スマートドリンキング、通称スマドリという言葉の普及です。これは自分の体質や体調に合わせてお酒との付き合い方をスマートに選ぶというコンセプトで、最近大手飲料メーカーが積極的に発信しているスローガンのようなものです。飲む、飲まないは自由で、どちらも等しく尊重されるべきという価値観をアピールしています。その結果、広告や CM でもアルコールを強く押すのではなく、ノンアル飲料やアルコールが微量の製品を紹介するケースが増えてきました。様々なプロモーションに、今日はノンアルで行こう。シーンに合わせて選ぼうというメッセージ性があります。これにより、飲まない人も飲料メーカーのターゲットとして大切にされているという感覚が広がり、ノンアル市場の成長がどんどん進んでいるんだと思います。また、ノンアル専用バーやペアリングを楽しめるレストランなど、新しいサービスが次々と誕生し、多様なライフスタイルに応える形で選択肢が増え続けていると考えられます。ここまで話してきたように、日本でノンアル文化が広がっている背景には、健康、ライフステージ、価値観、そして企業の戦略という複数の要因が関係しています。飲む、飲まないの境界を越えて、誰もが自分らしい形で社交の場に参加できるようになっていくといいなと思います。海外の皆さんにとっても、ノンアルの選択肢がしっかり整っているというのは安心材料の一つになるはずです。皆さんもぜひ次の飲み会や食事の場でノンアル時代を体験してみてください。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日はノンアル文化の広がりをテーマに、その背景にある要因についてお話ししました。皆さんの国や町ではどんなお酒の文化があるでしょうか？私もこれからいろいろ勉強していきたいなと思っています。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。